こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、メサが見つかりませんでした。まあ、テリーは淡々と地図さえ埋めていればいいのよ。つまり、着実に一歩ずつ前進する気構えが大切ということですね。さて代わりと言ってはなんですが前回ジャングルを見つけました。バイオーム表を更新するチャンスが到来中で、木が紅葉して困ってます。地図の方は、とてもじゃないけどもう地上なんてなかったとごまかすことができないくらい広大になっています。しかし逆に、この広さはメサが含まれてない程度にまだ狭いとも言えるんです。頑張らないと。ここからが本当の地獄だったりしてね。地獄はネザーだけで十分です。さてこの地図の残りのエリアですが、まずは陸地沿いに北上し、ついで北東側に回り込みます。次の地図まで広がるジャングルが楽しみなので、この地図はサクサク片付ける所存です。うおー、こんなところになんて魅惑的なトンネルが。しかしこれ進行方向ではないんです。ジャングルが待っているから寄り道してる時間が惜しい。団長の思い出見逃すことにします。今悩んでる時間で往復できたんじゃないの？さらに進んだら、今度は山を登ることなく向こう側にたどり着けるという、機能美が光ったトンネルがありました。それ、普通のトンネルじゃないの。いえいえ、これが人工的なトンネルならまだしも、自然に生成されたトンネルであるからこそこの機能美が入るんですよ。ありゃ、取っ手がついてる。どこかで見たような形ね。あ、台所にあったオイルポットの取っ手とそっくりだわ。さて、北西側の未探索エリアにまだ少々海洋が残っていたので船出しました。こういう微妙な埋め残しは面倒です。うおー、なんで海に落とし穴があるんですか？普通に考えればこれ、テリーを突き落とすためよね。海にまで罠張らなくてもいいです。しかしこんなの見つけたの初めてですよ。とりあえず直感的に危険なものじゃなさそうなので潜入してみますけど。ちょっと怖いですがや。どうやら見た目通りに生成されているようです。なんだろこれ。海面まで堆積してた砂利が沈んだらこんな感じになるのでしょうか。でも、もし砂利が沈んだ後であるなら、海底に砂利が残って堆積していそうですが、もこっとしてる感じはないようです。あ、ダメだ。調べられるほど浅くないですね。これひょっとして何かの異常かしら。そんなわけないです。さて、それから少しして山岳を進んでいるところですが、下山ルートが見つからずに困ってます。最近なぜか若干このパターンが増えてきました。もしかすると地図の埋め方を無意識に変えてしまったのかもしれません。今までバケツの水でラバごと下山したことなかったのですが、挑戦しないとならなそうです。多分垂直に水が垂れてるところにラバが入ると強制的にラバから下ろされますので、水が地面に広がったところでジャンプ。おお、うまくいきました。地図の西半分がもう埋め終わろうというところでデコボコした地形の森のエリアに入りました。葉っぱに遮られないルートを瞬時に見分けられないとスムーズに進めないので大変です。痛恨の油断です。最近ずっと穴に落ちなかったのに。やっと調子を取り戻してきたわね。まあ、注意1秒怪我一生と言いますが、落とし穴を見つけてから回避するまでの時間は1秒もないことがよくあります。そもそも私には、穴に落ちないよう長時間警戒し続けるのは無理なんですよ。だから穴に落ちてもいいんです。開き直っちゃった。さて後半戦に突入して少し進んだところですが、湿地の広めな湖に出くわしました。
さすがにこの広さだとリードで引っ張って渡らせるしかないですね。今回は事前に地図を埋めてないエリアを進んでいるので、しばしばラバの状態を確認しながら慎重に進んでいます。行ったそばから、リードまで切れてしまいました。ちょっと危なっかしいわよ。やっぱり先に地図埋めてから渡らせた方がいいんじゃないの？水深の浅いところを見分けているので大丈夫です。またか。十分遅い速度で進んでいるのでラグは発生してないと思うのですが、それにもかかわらずラバがちょくちょく沈みます。なんで？いかんまたリードが切れてしまってる。で、先ほどから見えていたウィッチの小屋に植木鉢を取りに来ましたが、中には誰もいませんね。さすがにこんな狭いとなかなか湧かなそうね。よいしょっと。お留守のうちに植木鉢ゲットです。これで確か12個目です。しかしまあ随分交通の便が悪いところに小屋建てたものですね。また少しして小さめな海洋に阻まれました。なんかこの地図も思ったより埋めづらいです。ちょっと深く沈みすぎ。大丈夫？リードがまた。これやっぱり事前に地形生成させてから連れて行かないと危ないですね。さて、さらに進んで山岳に入ったところです。あと少しでトンネルなのに惜しいです。しまったこれはだったのか。いくらなんでもサクサク引っかかりすぎじゃない。これは仕方がないですよ。それから少し進んだところなのですが。なんで私の進む方向ばかりに穴があるんですか。しかし引っかからなかった私を少し褒めたたえます。さて、ようやく北東の端にたどり着きました。途中また海洋があったのでラバには待っててもらって単独行動しています。で、目の前の白樺の森の下にある隙間ですが、私の目をごまかすことはできません。これはトンネルです。しかも、ラバに騎乗している時では頭がつっかえ窒息します。単独行動の今でないとくぐれないトンネルです。おそらく私をこのトンネルに導くために、ラバでは渡りにくい広さの海洋が設置されたのでしょう。マイクラというゲームは本当によくできています。一生そう思っていればいいんじゃないかしら。さてようやくラバと合流。地図も残り4分の1となりました。頑張っていきます。まあその前に、ラバがいい場所にいるのでちょっと内部を拝見。相変わらず中には誰もいないようです。で、少し進むと村を見つけました。ぼちぼち地図の材料の鉄を補充したかったところなので、多分用意してくれているのでしょう。マイクラは基本的に親切な仕様になっています。村の建物の中で、お宝のある鍛冶屋だけは屋根が半ブロックで特徴的なんですよね。見分けやすくて助かります。取りやすいように開けてくれてる。なんという親切設計。ってちょっと待ってくださいなんじゃこりゃー。とりあえず暗かったのでベッド使いましたけど、なんでしょうかこれ。まあいつかこうなるかと思っていたけど、ついにセーブデータやられちゃったんじゃないかしら。そんなわけないです。そんなわけないです。一応言うとバージョンの壁ではないですね。バージョンはまだ 1.7.4 のままですし。村人さんちっす。さすがにこんな村は初めて見ました。今までになく戦々恐々としてしまってます。まあとりあえずダイヤに金に鉄はごっちゃんです。お題は種でいいですよね。前に屋根状の森で怪しげな広場があったけど、それと同じようなものかしら。他のエリアに影響がなければいいのですが、ともかくこの現象は私の経験や理解を超えてしまっています。どうしていいものやらさっぱりわからないです。そっか。
この豚を柵に入れたらいいんですね。それで異常なんて帳消しになります。その理屈はさっぱりだけど、心の平穏というのは大切だものね。後から気になってバイオームを確認してみたのですが、案の定なんてことなく草原でした。断面は綺麗ですね。綺麗なことはいいことです。あ、落ちた。穴に落ちるのはテリーだけじゃないのね。すでにお仲間もいるようなので寂しくないですね。放っておきましょう。さて今回はキリがいいのでここまでです。地図は残り4分の1ですので、6×6 の正方形になることが濃厚になってきました。次回は36枚目の地図でジャングルの突然変異を見つけ、ついでにメサまで見つかってしまうというミラクルがあることを期待してます。あったらいいんだけどね。ではまたね。バイバイ。